はエアフィックスの72分の1スケールスピットファイアマーク5の仮組みを行います。エアフィックスですね。しかもイギリス空軍のスピットファイアですか。そうそう、マーク1は長谷川で一度取り上げています。たまに限定でカールで再販される旧キットね。長谷川の旧キットは2小プロペラも作れる貴重なキットでしたが、実は気になる部分も。気になる部分、コメントでもご指摘があった部分ですが、実は投稿者も気がついてなかった部分で。そうそう、それでいただいたコメントによると、胴体下部が実機外形と違うみたい。具体的には主翼後円と胴体の接合部分の形状で、実機だとこの部分は逆ガルのようになっているみたい。確かに波打ってるように接合されてますね。長谷川旧キットだとそのまま平面となっている。なるほどね。やはり本場のメーカーですね。ちゃんと外形を再現してるのですね。それで今回はマーク5です。実機の詳細ですね。この型式は BF109E の後継機である BF109F に対抗するために改修された機体。マーク2のエンジンをマーリン45シリーズに変えたのね。本命であるグリフォンエンジンで問題が発生していて、その解決のめどが立たず、急遽準備された型式のようですね。基本的な形状もマーク2と大きく変わらないのね。補助翼をハフ針から金属製に変更してる以外は形状は変わらないようです。ちなみにこのキットはマーク2も作れます。ふむふむ。エンジン出力は1135馬力から1470馬力まで上がり、高度 4000m で時速605キロを記録した。 BF109F に十分対抗できる性能となったわけね。そうなのだ。砂漠防護フィルターをつけた機体で北アフリカ戦線でも活躍したわけね。臨時で作られたスピットファイアマーク5ですが、6400機と作られわずかな差ですが、全スピットファイアの中で一番作られた型式のようですね。ちなみにマーク1とマーク2の次がマーク5となるわけですね。それで今回のキットに関してですが、いつ頃販売されたキットなのかしら。このキットは2010年に発売されたマーク 1A が元になっていて、2016年に発売されたキットなのだ。いわゆる赤箱ね。前にも紹介したんだけども、赤箱は新生エアフィックスということで新規金型のキットが多いんだけども、一部旧金型のキットもあるわけですね。スピットファイアに関しても赤箱でも旧金型キットがあるようです。相変わらずトラップがあるのね。先日購入した救急艦爆も赤箱ながら旧金型だった。97観光と勘違いして購入してしまった。救急艦爆は旧金型しかないですからね。ちゃんと調べて買わないから。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは山脈の上を飛ぶスピットファイアマーク5なのだ。マーキングからだとスコットランドのアバディーンシャーにあった第164飛行隊でしょうか。英語版ウィキペディアの説明では、アルゼンチン在住のイギリス人コミュニティの資金提供を受けた寄付飛行隊とのこと。そんな飛行隊があったのですね。船舶の紹介が市任務ということで、ドイツ軍との快適は少なかったみたい。背景はスコットランドのどこかでしょうかね。大型機も描かれてますが、ハインテルですね。では中身を開けていくのだ。薄いブルーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは2種類。マーク5でイギリス空軍第164飛行隊所属機で1942年、マーク2でイギリス空軍第41飛行隊所属機で1940年となる。なるほど。部品点数は95点。72分の1スケールの対戦機としては普通ですね。ではエアフィックスの72分の1スケールスピットファイアマーク5の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床に座席とケーキパネル、操縦桿なのだ。ケーキパネルはデカール表現で。そうです。パイロットはついてますね。造形がいい感じなので乗っていただいて大丈夫かと思います。次はエンジンですね。エンジンといっても液冷エンジンなので、この時点では排気管を切り出して終了。次はプロペラでしょうか。選んだマーキングによってスピナーの形が違う。マーク2は先端に丸みがあって、マーク5は先端が尖ってますね。そうなのだ。プロペラは3枚ペラをスピナーで挟み込むのね。実は2枚ペラもついています。余剰パーツというわけね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。胴体左に穴開け指示がある。0.9 ミリのドリルで開けるのね。
穴開け加工が終わったならば操縦席、酸素ボンベと時空気を挟み込んで接着。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。モールドはかなりくっきりです。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。主翼下部パーツと左右主翼上部パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。胴体同様でモールドはくっきりしてます。次はラダーの取り付けね。ラダーは別パーツとなっていて、このタイミングで接着する。次は尾翼ね。尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込んで終了なのだ。いつもの通りのシンプルな構成ね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは主脚から。主脚は左右それぞれ全部で2パーツ構成。タイヤと試脚で構成されてるのね。主脚はちょっと特殊でカバーと一体となっている。ちなみに飛行士専用のパーツもついていて、そちらはタイヤも含め一体となっている。シンプルでいいですね。次は尾輪となる。尾輪は別パーツとなっているのでお好きなタイミングで差し込めば大丈夫。最後に細かいパーツですね。ラジエーターや気筒管などを主翼下部に取り付ける。最後に総評なのだ。今回はエアフィックスの72分の1スケールスピットファイアマーク5の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？新生エアフィックスの新金型ということで愛もよく簡単に形となった。モールドは深い大モールドでしたね。72分の1スケールでこのくっきりさは好き嫌いが分かれそうですね。筆塗りを想定した深さだと思いますが、その他気になる点はありますか？愛が良いとはいえところどころ修正は必要そう。でも筋彫りが深いので合わせ目で消えたりとかの心配はなさそうです。なるほどね。さらにデカールはカルトグラフ製で価格も1540円と抑えられてるのも嬉しい。本場イギリスのメーカーから出ているキット、外形も信頼できる内容ですしね。ただ今回紹介したパッケージは今となっては新品購入は難しそう。2024年5月に出たマーク 5C だと2860円まで値上げしています。円高、国際情勢と仕方ないことですかね。特にこだわりがないならばタミヤが安価で手に入るのでといったところかな。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。